第1章、起源、サピエンスの誕生、人類の歴史を語るとき、私たちはしばしば文明や国家、戦争や科学といった比較的最近の出来事に焦点を当てがちである。しかし、ホモ・サピエンスという存在が、この地球上に現れたのは、わずか20万年前に過ぎない。地球の46億年という悠久の歴史においては、一瞬の出来事である。それでも、この短い時間の中で、サピエンスは地球全域に広がり、他のすべての人類種を駆逐し、唯一の人類として生き残ることとなった。では、いかにしてその歩みは始まったのだろうか。サピエンスの起源は、アフリカにある化石や遺伝子解析の成果から、現生人類は、すべてアフリカに住んでいた一つの集団に、そのルーツを持つことが分かっている。彼らは火を操り、言葉を交わし、仲間と協力して、狩りや採集を行い、知恵と工夫によって生き延びてきた。やがて、10万年前から5万年前の間に、その一部がアフリカを離れ、中東、ヨーロッパ、アジア、さらにはオーストラリアやアメリカ大陸へと広がっていった。この出アフリカの旅こそが、サピエンスが地球規模の支配者となる第一歩だったのである。当時、地球上にはサピエンスだけが存在したわけではなかった。ヨーロッパにはネアンデルタール人、アジアにはデニソワ人と呼ばれる近縁種が暮らしていた。彼らもまた寒冷な気候に適応し、石器を用い、火を使う点では、サピエンスと大差はなかった。しかし、結果として生き残ったのは、サピエンス、ただ一種である。他の人類は、数万年前に姿を消した。その理由については、議論が分かれる。戦争によって駆逐されたとする説もあれば、サピエンスが数や拡散力で優れていたため、競争に勝ったのだとする見方もある。近年の遺伝子研究によれば、ネアンデルタールやデニソワとの混血の痕跡が、現生人類に残されており、完全な絶滅ではなく、融合だった可能性も高い。つまり、サピエンスの体には、今も遠い親類の血が脈打っているのである。では、なぜサピエンスが拡大し、生き残ったのか。その最大の理由は、単に身体能力や道具の巧拙ではなかった。彼らの強みは、想像の力にあった。人間は言語によって事実を伝えるだけでなく、存在しないものを語ることができる。神話、規範、未来の計画、これらは実在しないが、人々が信じることで現実を動かす力を持つ。数十人規模の狩猟採集集団を超え、数百、数千という規模で協力できたのは、この虚構を共有する力によってであった。他の人類種も言葉を話したかもしれないが、サピエンスほど複雑で抽象的な虚構を編み、社会全体をそれに基づいて動かすことはできなかっただろう。この能力こそが彼らを地球の支配者へと押し上げたのだ。また、サピエンスの拡散は環境との対話の歴史でもあった。砂漠、密林、ツンドラ、当初、ありとあらゆる環境に適応し、生活を築いたのはサピエンスだけである。その柔軟性こそが最大の武器であった。他の人類が限られた環境でしか生き延びられなかったのに対し、サピエンスは衣服を縫い、住居を工夫し、道具を多様化させることで、どんな土地でも生活を営んだ。環境に合わせるだけでなく、環境を変える能力を持っていたことが、やがて農業革命や都市文明の基盤を築くことになる。こうしてサピエンスは拡散を続け、やがて他の人類が姿を消した世界に一人残されることとなった。私たちは今や唯一の人類だが、それは進化史的には異例のことである。かつては多様な人類が共存していたのに、残ったのはサピエンスだけ。その事実は誇るべき勝利であると同時に、深い孤独でもある。もし他の人類が生き延びていたら、文明はどのように展開していただろうか。別種の人類と共に国家を築き、異なる知性と並び立つ世界が存在していたのかもしれない。サピエンスの歴史は、勝者の物語であると同時に、多様性を失った物語でもあるのだ。このように、サピエンスは20万年前にアフリカで誕生し、世界に広がり、他の人類を吸収し、あるいは駆逐して唯一の人類として生き延びた。その成功の秘密は、創造の力と環境適応力にあった。虚構を共有することで、仲間と協力し、環境を変えることで、世界を広げたのである。しかしその過程で、かつて存在した多様な人類は姿を消し、サピエンスは孤独な支配者となった。
この起源の物語は、私たちが何者であり、なぜここにいるのかを知るための出発点であり、次章からは、サピエンスが、この虚構を共有する力を、いかに文化と文明へと発展させていったのかをたどることになる。第2章、創造の力、神話と文化の発明、サピエンスを他の人類から決定的に分けたもの。それは創造の力であった。人間は言葉を持つことで目の前の出来事を伝えるだけでなく、存在しないものを語り合うことができた。狩りの成功を分かち合う声から、やがて森には精霊が宿る、部族を守る神がいるといった物語が生まれた。こうした虚構は実体を持たないにもかかわらず、人々が信じることで強力な現実を作り出したのである。数十人規模の小集団で暮らしていた人類が、数百人、数千人単位でまとまり、同じ目標に向かって協力できたのは、この虚構を共有する力があったからに他ならない。神話や伝説、部族の掟や禁忌、これらはただの作り話ではなく、集団を結束させる絆であった。サピエンスは火を操り、石器を使い、他の人類と同じように生きていたが、この虚構を共有する能力だけは、他に比類なきものであった。ネアンデルタール人がどれほど強靭な肉体を持ち、どれほど優れた石器を使っても、大規模な集団をまとめることはできなかった。サピエンスだけが、神の掟や祖先の物語を信じ、その力で見知らぬ者同士さえ仲間として結びつけることができたのである。農耕が始まる以前の時代から、すでに文化は芽吹いていた。洞窟の壁画に描かれた野生動物、死者の墓に置かれた装飾品、これらは生活のために必須ではない。それでも人々は手間をかけ、色を塗り、形を彫った。そこには信仰と象徴の力が宿っている。人類は生きるためだけでなく、意味を求めて行動した。意味を見出し、物語に仕立て上げる力があったからこそ、サピエンスは単なる動物を超えて文化的存在となったのである。農耕革命は、この虚構の力をさらに強化した。土地を耕し、余剰の作物を蓄え始めると、共同体は定住し、やがて都市を形成した。そこで必要とされたのは秩序である。人々は作物を分配するための規則を作り、権威を持つ存在を立て、宗教的な物語を支配の根拠とした。神殿や祭儀は単なる信仰の場ではなく、社会をまとめる制度であった。見えざる神を共有することで、数千人、さらには数万人もの人々が同じ枠組みに従うことができたのである。貨幣の発明もまた、虚構の力の産物である。一枚の金貨は、ただの金属に過ぎない。しかし、人々がこの金属は価値を持つと信じれば、金貨は牛や麦や労働と交換できる強力な道具となる。国家や宗教と同じく、貨幣もまたみんなが信じる物語によって支えられていた。目に見えない信用と約束が広大な市場を可能にし、文明の規模を飛躍的に拡大させた。このようにして、虚構を語り、信じ、共有する力は、神話や文化を生み出し、人類を結束させる原動力となった。サピエンスは、実在しないものを語ることで、現実を変え、文明を築いたのである。彼らの想像力は、ただ夢を描くためのものではなかった。社会を組み立て、秩序を築き、未来を切り開くための武器であった。やがて、この力は、都市文明や帝国の誕生へとつながっていく。数百万の人々を統治するためには、文字や法律、そして何より共通の物語が欠かせなかった。サピエンスは創造の力によって仲間を超えた規模で協力し、未知の世界に挑み続けたのである。その第一歩が神話と文化の発明であった。第三章、文明の加速、農業、国家、帝国、人類の歴史を大きく変えたのは農業の発明であった。それまでのサピエンスは狩猟採集に頼り、獲物や好みを求めて移動し続ける生活を送っていた。しかし、約1万年前、肥沃な三日月地帯をはじめとするいくつかの地域で、人々は小麦や大麦を栽培し、動物を飼いならすことを学んだ。定住が始まり、村が生まれ、やがて都市が形成されると、文明は加速度的に成長していった。農業は確かに安定した食料をもたらしたが、それは同時に新たな負担も生んだ。狩猟採集時代には、一日の労働時間は比較的短く、食生活も多様であった。だが、農耕民は畑を耕し、収穫を守るために長時間働き、作物に依存するが、故に飢饉のリスクにさらされることとなった。それでも、農業が拡大したのは、
人口を劇的に増やす力を持っていたからである。余剰の穀物は人々を上から救うと同時に社会に専門家を生み出した。農作業に従事しない人々が職人となり、兵士となり、支配者となったのである。余剰の蓄積は権力を生んだ。作物を誰が管理するのか、収穫をどう分配するのか、その決定権を握った者が共同体を支配した。こうして首長や王が現れ、国家が形作られた。国家は単なる権力装置ではなく、大規模な協力を可能にする仕組みであった。灌漑施設や道路、城壁や神殿を築くには、数千人、数万人の人々を動員しなければならない。これを可能にしたのが、法律と宗教という制度であり、人々は文字による記録と神々の名の下で統率された文明の中心にあったのは都市である。都市は単なる居住地ではなく、交易と文化の交差点であり、権力の象徴であった。メソポタミアのウル、エジプトのテーベ、インダスのモヘンジョダロ、中国のインの都市、これらはいずれも数万人規模の人口を抱え、壮大な建築物と複雑な社会制度を持っていた。都市は人類が初めて手にした人口の生態系と言えるだろう。そこでは人々が役割を分担し、共通の物語と法律に従って暮らしていた。やがて都市は国家へ、国家は帝国へと拡大していった。広大な領域を統治するために必要だったのは、軍事力と行政能力である。ローマ帝国が築いた道路網や法体系、新帝国が整えた軍権制、ペルシア帝国の王の目と耳、これらは単なる統治技術ではなく、人類史に残る巨大な制度的革新であった。帝国は異なる民族や文化を一つにまとめ上げ、かつて想像もできなかった規模の協力を可能にした。しかし、農業と国家は繁栄だけでなく、格差と抑圧も生み出した。支配者は余剰を徴収し、農民は重労働と税に縛られた。奴隷制度が生まれ、戦争による支配と服従が繰り返された。人類の多くは、豊かさよりも過酷な労働にさらされることとなった。それでも文明は拡大をやめなかった。なぜなら、文字によって過去の知識が蓄積され、交易によって新たな技術が伝わり、帝国によって多様な人々が交流したからである。農業の発明から始まったこの加速の時代は、人類が単なる動物から文明の担い手へと変貌した瞬間であった。サピエンスはもはや自然の一部として生きるだけではなく、自然を改造し、大地を耕し、制度を築き、帝国を統治する存在へと進化したのである。その背後に常にあったのは、虚構を共有し、見知らぬ者同士を協力させる力であった。農業がもたらした安定と余剰、国家が築いた秩序と制度、帝国が広げた交流と支配、これら全てが重なり合い、人類史をかつてない速度で前進させたのである。第4章、知識の革命、科学、宗教、思想。人類が文明を築く上で欠かせなかったのは、物理的な力や資源だけではなく、目に見えない知識という基盤であった。農業や国家が人々を結びつけ、帝国がその枠組みを広げたとき、同時に必要とされたのは、なぜ私たちはここにいるのか、どう生きるべきかといった問いへの答えであった。これに応じて、宗教や思想が体系化され、さらに科学が芽吹き、人類は世界を理解し直す手段を獲得していった。宗教は最も古い知識体系の一つであり、単なる信仰にとどまらず、社会秩序を維持する装置であった。古代エジプトでは、ファラオは神の化身として崇められ、死後の世界への信仰が、ピラミッド建設という壮大な事業を支えた。メソポタミアの都市では、神殿が権力の中心であり、真意を解釈する祭司が政治と経済を動かした。インドでは、輪廻とカルマの思想が身分制度を正当化し、中国では、天命の観念が王朝交代を説明する枠組みとなった。宗教は人々に生きる理由を与えただけでなく、大規模な協力を正当化する力を持っていた。しかし、宗教は単なる権力の道具ではなかった。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教といった普遍宗教は、民族や国家を超えて人々を結びつけた。キリスト教は、神の前では皆平等という思想を広め、イスラムは唯一の神の下での共同体を築いた。仏教は苦しみからの解放を説き、広大なアジアに精神的な共通基盤をもたらした。
宗教が提示した倫理や道徳は、人々の心に深く根ざし、今なお現代社会の価値観に影響を与えている。やがて、宗教と並行して、理性による探求が始まる。古代ギリシアの哲学者たちは、神話ではなく、論理によって世界を説明しようとした。ソクラテスは無知の自覚を問い、プラトンは理念の世界を描き、アリストテレスは自然を観察して分類した。彼らの思索は後世に伝わり、イスラム世界やヨーロッパ中世を通じて再解釈されながら、科学の萌芽を育んだ。中世ヨーロッパでは宗教が知識を支配したが、イスラム世界や中国では天文学、数学、医学が発展していた。イスラムの学者はギリシアの地を翻訳し、保存し、それに独自の成果を重ねた。大数学や天体観測、医学の体系はヨーロッパに伝わり、後のルネサンスを準備した。中国では火薬や羅針盤、印刷術が生まれ、これらの技術は世界を一変させる道具となった。知識は地理や宗教を超えて移動し、文明をつなぐ見えない糸となったのである。そして、近世、ヨーロッパで起こった科学革命は、人類史の分岐点となった。コペルニクスが地動説を唱え、ガリレオが望遠鏡で宇宙を観察し、ニュートンが万有引力を理論化した。自然は神の意志ではなく、法則に従って動くという世界観が定着すると、人間は自然を理解し、制御できるという自信を得た。科学は宗教的な説明を脅かし、やがて産業革命を導き、現代文明の礎となった。思想もまた、社会を大きく揺さぶった。啓蒙思想は理性と自由を掲げ、専制政治を批判し、人権の普遍性を訴えた。ルソー、ロック、モンテスキューらの思想は、革命を正当化し、民主主義国家の形成を促した。思想は人々を覚醒させ、宗教や伝統に縛られた秩序を打ち破る力を持った。科学、宗教、思想、これらはしばしば対立しながらも、人類が自分たちは何者かを理解し、どこへ向かうのかを模索する道を示してきた。宗教が共同体を束ね、思想が人間の権利を問い、科学が自然の秘密を明らかにしたとき、人類の文明はかつてない広がりを見せた。知識の革命は人間の精神を解き放ち、やがて世界を一変させる近代の扉を開いたのである。第5章、環境が形作る運命。人類の歴史を振り返ると、文明の発展は単なる人間の努力や知性の結果ではなく、むしろどこに生まれたかという環境条件に大きく左右されてきたことがわかる。大地の形、気候の特徴、そこに生息する動植物、こうした環境要因は、社会の在り方や技術の広がり、さらには文明の命運そのものを決定づけてきたのである。最も典型的な例は、ユーラシア大陸とアメリカ大陸の対比である。ユーラシア大陸は東西に長く広がり、広範囲にわたって似た気候帯が連続していた。そのため、小麦や大麦といった作物や、牛や馬のような家畜が比較的容易に横方向へと広まった。メソポタミアで芽生えた農耕は、インド、ヨーロッパ、東アジアへと連鎖的に拡散し、それぞれの地域で文明を押し上げていった。こうした地理的な条件が技術の伝播と農業の拡大を後押しし、結果としてユーラシアは人口の増加と大規模国家の成立を早期に実現したのである。一方で、アメリカ大陸は南北に細長く伸び、熱帯から寒帯までの気候差が極端に大きかった。ある地域で育つ作物は、緯度が異なる他地域では通用しないことが多く、農業技術の拡散は大きく制限された。さらに、馬や牛のような大型家畜が存在せず、農業や輸送を飛躍的に拡大する手段を欠いていた。そのため、アステカやインカといった高度な文明は築かれたものの、ユーラシアのように大規模に技術と人口が連鎖的に膨張する条件は整わなかった。アフリカ大陸もまた、環境の制約を強く受けていた。サハラ砂漠は巨大な障壁となり、北アフリカとサブサハラの交流を断ち切った。さらに、熱帯特有の病原菌は人口の集中と農業の拡大を妨げ、文明の広がりを阻んだ。交易による技術の伝播は一部で進んだものの、ユーラシアのように農耕と牧畜が大規模に普及することはなかった。こうした比較は、文明の可能性を決めるのは人間の能力ではなく、環境の舞台装置であることを如実に示している。農耕に適した穀物が豊富にあれば、余剰生産が生まれ、人口が増え、
都市や国家が形成される、家畜が存在すれば、労働力と移動手段が確保され、軍事力や交易力も増大する。逆にそれらを欠いた地域では、どれほど知恵に富んだ人々であっても、大規模文明を築く条件を欠いていたのである。この視点は、かつて支配的であった文明の優劣は人種の差によるという見方を根底から覆す。人類は同じホモ・サピエンスとして共通の能力を備えていた。文明の盛衰を分けたのは誰が賢いかではなく、どの土地に立っていたか、どんな環境資源を手にしていたかという偶然の差に過ぎなかったのだ。銃も病原菌も鉄も、これらはすべて環境が生み出した産物である。ヨーロッパの国家が大航海に乗り出し、世界を支配する力を持ち得たのは、彼らの知能が優れていたからではなく、地理的条件と資源の分布が偶然に彼らを有利にしたからである。文明の歴史は人間の努力と才能の勝利ではなく、環境という冷徹な条件が選んだ結果として理解すべきものなのである。環境が形作る運命を理解することは、私たちが歴史を新たな光で見ることにつながる。文明の差は、決して本質的な優劣ではなく、地理と生態系がもたらした偶然の産物だった。人類の歩みは、誰が強かったかではなく、どこに生まれたかによって大きく決まったのである。第6章、偶然と必然。文明の盛衰。文明の歴史を振り返ると、そこには人間の知恵や努力だけでは説明できない偶然と必然の工作がある。人類の進歩は環境が与えた条件によって大きく方向づけられながらも、その過程で数々の偶然の出来事に左右されてきた。文明の盛衰は必然的な環境の制約と偶然の出来事が織りなす複雑な物語だったのである。例えば16世紀以降にヨーロッパ諸国が世界へ進出できたのは、彼らが特別に勇敢だったからではない。地中海や大西洋の地理条件が造船技術と航海術を育み、さらにアジアとの交易を通じて知識と技術が集約された。その上で火薬や羅針盤、印刷術といった外部からの発明が加わり、大航海時代は必然のように訪れた。しかしその一方で、コロンブスがアジアを目指して航海し、偶然に新大陸へ到達したことや、マゼラン艦隊が予想外の航路で地球を一周してしまったことなど、偶然の積み重ねが歴史を一変させたのも事実である。文明の衰退についても、必然と偶然の絡み合いは同様に存在する。ローマ帝国は強大な軍事力と豊かな経済を誇ったが、広大すぎる領土と制度疲労、権力闘争によって崩壊への道を歩んだ。これはある意味で必然と呼べる過程であった。しかし、その衰退を加速させたのは、14世紀の疫病流行や気候変動といった偶然の要素だった。自然環境が突きつけた試練が制度の弱点をあらわにし、崩壊の速度を速めたのである。また、アジアにおけるモンゴル帝国の拡大も偶然と必然の工作を示している。広大な草原に生まれた遊牧民の生活は必然的に騎馬戦術を発展させ、これがユーラシアを横断する巨大帝国を可能にした。しかし、チンギス・ハーンという卓越した指導者が現れたのは偶然であり、彼がいなければ同じ条件があっても、あの規模の帝国は生まれなかったかもしれない。こうしてみると、文明の盛衰は努力すれば必ず発展するといった直線的な論理では語れない。環境が整った地域に生まれた人々は、農耕や牧畜、交易や軍事力を拡大しやすかった。それは必然であった。しかし同時に、偶然の出会いや出来事が歴史を決定的に動かすこともあった。コロンブスの航海も、天然痘の流行も、火山の噴火や気候の変化も、文明に試練を与え、あるいは予期せぬ飛躍を生んだ。文明の命運は人間の意志と環境の条件の交差点に立っていた。努力だけでは越えられない壁があり、環境だけでは説明できない偶然のきっかけもあった。人類の歴史は、この二つが複雑に絡み合い、勝者と敗者を分ける物語を織り上げてきたのである。偶然の力が文明を試し、必然の条件がそれを受け止めたとき、歴史は新しい局面へと進んでいった。第7章、結び、現代への示唆、10、病原菌、鉄、人類史を形づけた3つの要素を振り返るとき、私たちは文明の発展が人間の知能や文化の優劣ではなく、地理と環境という冷徹な条件によって
方向づけられてきたことを理解する。誰が優れていたかではなく、どこに生まれたかが文明の命運を決めたという逆説的な事実は、過去を学ぶだけでなく、現代を生きる私たちに深い示唆を与える。今日、人類はかつてないほどの繁栄を享受している。科学技術の進歩、医療の発達、情報ネットワークの拡大は、私たちの生活を劇的に変えた。しかし、歴史を動かした銃、病原菌、鉄は、形を変えて、今なお文明の行方を左右している。新型コロナウイルスのパンデミックは、病原菌がいかに国家や経済を揺るがすかを改めて示した。AI や情報技術は、新たな鉄として、社会の仕組みを変えつつあり、核兵器やサイバー攻撃は、現代版の銃として、国家間の緊張を高めている。かつて文明を築きも、滅ぼしもした要素は、21世紀にも姿を変えて生き続けているのだ。さらに、環境そのものもまた、これまで以上に人類の未来を左右する力となっている。気候変動は、農業や水資源を根底から揺るがし、氷河の融解や海面上昇は、数億人規模の生活基盤を脅かしている。森林破壊や生態系の崩壊は、新しい感染症を生む温床ともなっている。かつて天然痘が文明を滅ぼしたように、今度は人類が引き起こした環境変化が、新しい文明の試練となろうとしている。歴史の教訓が示すのは、環境が人間を支配するという厳しい現実だ。しかし同時に、環境の制約を乗り越え、偶然を必然に変えながら発展してきたのも、人間である。銃を生み出し、病を克服し、鉄を鍛えて社会を築いたように、私たちは未来を切り開く力を持っている。その力は万能ではなく、むしろ環境とのせめぎ合いの中で鍛えられる。だからこそ、今私たちが直面する地球規模の課題もまた、未来の文明を形作る契機となり得るのだ。銃、病原菌、鉄という3つの要素に象徴される環境と人間の相互作用を理解することは、未来の選択において欠かせない視点である。人類史の不平等を生んだ地理的条件は避けられない偶然だった。しかし、未来における選択は私たちの意志によって決められる。歴史を学ぶことは単なる過去の物語を知ることではなく、環境が与える試練にどう向き合うかを考える手がかりなのだ。結局のところ、文明を築くのも滅ぼすのも人間自身である。しかし、その舞台を整えるのは常に環境であり、今その環境は人類の手によってかつてない速度で変化している。歴史を学ぶことは未来を生きる私たちに自らの未来を選び取る責任を意識させる行為である。文明の盛衰を語る物語は過去への回顧ではなく、これからを生きる人類への警告であり、同時に希望の物語でもある。ようやく、第1章起源サピエンスの誕生、第2章創造の力神話と文化の発明、第3章文明の加速農業、国家、帝国、第4章地の革命科学と技術の時代、第5章現代進歩と危機の狭間で、第6章未来ポストサピエンスの可能性、第7章サピエンス全史という視座。チャンネル登録、高評価お願いします。